皆さんこんにちは。ブラジルに嫁いできた30代の専業主婦です。以前の動画でもお話ししたように、ブラジルに来てから私の中の価値観というか幸せのバロメーターみたいなものがだいぶ変化した気がしていて、日本だったらそんなことでテンション上がらんやろみたいな小さなことで興奮するようになりました。今回は最近近くにオープンした新しいスーパーマーケットのご紹介です。キラキラした清潔な店内に豊富な品揃えで、これが欲しかったっていうものの連続で宝探しのようなお買い物でした。大きな道の駅に来たようなワクワク感で、こんなこと言うと話持ってるやろって思われそうなんですけど、リアルに日本にいた時にユニバーサル・スタジオに行った時と同じぐらいのレベルの楽しさをこのスーパーマーケットで感じてる自分がいました。このチャンネルでは毎週土曜日の夜に日本の裏側ブラジルから地味だけど新鮮な海外専業主婦の日常を配信しています。チャンネル登録していただいてリアルなブラジルを楽しんでもらえたら嬉しいです。ブラジルライフ。実はこのスーパーマーケット、ほぼ1年前からずっと工事をしていて、いつオープンするのかなと今かと待ち望んでたんですけど、ようやく先月オープンしたようです。街中のスーパーはこういうゲートがある駐車場がほとんどで、買い物をしたら1時間までは無料みたいなところが多いです。ブラジルではどこのスーパーもお花が充実しています。日本のようなお供え用の花ではなくて、贈り物用に可愛くデコレーションされたものがずらっと並んでて、入った瞬間から気分が上がります。もうすぐ母の日っていうこともあって、いつにも増してたくさんのお花がお出迎えしてくれました。ブラジルでは日本のカーネーションのように母の日の決まった花はないみたいですが、やっぱり胡蝶蘭が定番のようです。そして以前紹介したように、ブラジルでは盆栽が人気で、スーパーでもこんな風に売られています。いやもう清潔でおしゃれな店内にめっちゃテンションが上がります。この感覚は久しぶりな気がします。野菜とかフルーツもとっても綺麗で感動です。なんかブラジルに来てからスーパーで果物とか野菜を買う時って基本量り売りなので、自分の手で取って選ばないといけないんですけど、結構泥がついてることとか傷んでるものが混ざってることとかもあって、よく厳選しないといけなくって、毎回野菜コーナーで時間使うし、選び終わった後は手が土だらけになったりしてて、それが結構億劫だったんですけど、ここの野菜たちは光り輝いていました。しかもスーパーの真ん中に洗面所が設置されてて、いやもう素晴らしい配慮ですね。最近スーパーでよく日本の柿を見かけます。1キロでこの値段は結構安いですよね。味も日本の柿と同じでした。いつも家ではマンゴーとグアバぐらいしか食べてなくて、まだまだ試したことのない南国のフルーツがたくさんあります。ブラジルの方はコメント欄でぜひおすすめのフルーツを教えてほしいです。このココナッツジュースはどこでも売ってるんですけど、上のタブを引っ張って穴を開けて直接飲めるようになってるんで、すごいナイスなデザインですよね。
フ。なんかクリスマスの時にしか見れないような巨大なチキンが日常でこうやって売られている感じが海外って感じしますよね。It's beautiful. It's beautiful. It's smoky. It's なんと豚ミンチを発見しました。ブラジルのスーパーでは牛ミンチはあっても豚ミンチを見かけることってめったになくて、どうしても欲しい時はわざわざお肉屋さんまで行ってたのでかなり感動しました。なんかブラジルのスーパーでお肉の塊を見るたびに学生時代のバイト先の冷蔵庫を思い出します。1キロあたりこのお値段めっちゃ安いですよね。でもこれは海外のお肉あるあるなのかもしれないですけど、ブラジルでは日本みたいな霜降りの柔らかいお肉はなくて、赤身で噛み応えのあるものが主流です。日本のお肉がそろそろ恋しいなって思ってたら、なんと日本の和牛らしきものを発見しました。神戸ビーフかなって思いきや、よく見ると神ビーフって書いてあってちょっと怪しいですがめっちゃ気になります。値段はなかなかお高めだったので、何か特別な時に食べたいと思います。何やら向こうからいい匂いがしてきます。ブラジルのスーパーでも結構試食販売が行われてて、この日はラム肉のステーキでした。羊の独特な匂いが私は結構苦手なんですけど、このステーキは全く臭みがなくて、控えめに言っても北海道で食べたジンギスカンの10倍は美味しかったです。ブラジルって全然予期しないところで突然美味しいものに出会えたりするので面白いです。映像では伝えにくいですが、この辺で私も旦那さんもテンションがかなり上がっていました。ブラジルでは洗剤とか石鹸にもココナッツを使っていることが多くて、とても気に入ってます。ボディーソープとか石鹸はすごく香りのいいものが多くて、スーパーで売られているものでもデパコスみたいな高級な香りがするので、毎回選ぶのが楽しいです。ブラジルライフ。日本の食材も充実してました。醤油とかお酒は結構どこのスーパーでも売ってるんですけど、みりんが置いてあるのは珍しいです。豆腐は高いのでブラジルに来てからはまだ1回も食べてません。ハーブ入りの豆腐とかパンに塗る豆腐ペーストみたいな、日本でも見たことがないようなおしゃれなものが売っていました。なんかもう道の駅に来たような感覚です。このスーパーでは魚の種類も多かったです。海外あるあるだと思いますが、
ブラジルでもイースターには魚を食べるそうです。でも基本全部冷凍で、スーパーでなかなか生魚が売られてるのは見かけないですね。お寿司はやっぱりサーモンがメインなんですけど、なんとティアピラのお寿司を見つけました。But I'm not sure if it's good idea to eat tilapia or tilapia. ちょっと食べる勇気はないですが気になります。なんと名前入りのコーラを発見しました。特定の人物名なので逆に売れ残ってしまわないのかなって少し謎です。でも自分の名前入りのコーラをもらったら嬉しいですよね。もともとオーストラリアが始めたアイディアらしいですが、今は世界中に広まってるらしいです。日本ではオーダーしたら作れるらしいですが、スーパーではまだ見かけないですよね。このスーパーの特徴の一つはワイン売り場が充実していることで、世界各国のワインが750種類以上揃い、各店舗にはソムリエが常駐しているそうで、ワイン選びをサポートしてくれます。店舗によってはワインバーも併設されていて、試飲しながらお気に入りを見つけられます。ブラジルライフ。このバーチョジラッテっていうアイスクリームがすごいおすすめです。ショッピングモールとかにも入ってて、お店で食べることもできます。アサイーもたくさん売られてます。これはいつも買ってるハーシーズのチョコレートで、カカオ多めの濃い味がお気に入りです。イースターなのでエッグ型のチョコレートもたくさん並んでいます。こんな可愛い人参チョコもありました。ベーカリーコーナーはスーパーの中のパン屋さんとは思えないほどおしゃれで綺麗に陳列されていました。ケーキも見た目も可愛いし、どれも美味しそうでした。We shouldn't cook them. ベーカリーコーナーとは別に、このスーパーにはカフェが併設されていて、まだ買い物途中の人たちが買い物かごを置いてカフェで休憩したりしてました。2階にはレストランもあるそうなんですけど、今日はお休みだったので、また次回覗いてみようと思います。ブラジルはどこのスーパーに行ってもチーズの種類が豊富です。これは
は私の好きなミナスチーズっていうブラジルのミナスジェライズ州っていうところのチーズで、もちもちした食感が特徴で、厚切りにしてパンに挟んで食べるとめっちゃ美味しいです。Aqui é o queijinho, né? It's some kind of cheese from buffalo. It's cheese. Posso? Pode, fica à vontade. Com licença. Não sei se já conhece a marca da Levitine. Conheço. Essa aqui, ó. Daí a gente tem mais opções, né? Tem também. Take a picture. Aí também a gente tem a burrata, também gostada também. Tem também a ricota. Queijo Minas também, né? Os politos que já foram. Ok. Obrigada. 値段がわからないものはこの機械で調べることができます。この機械も結構どのスーパーでも見かけます。ブラジルのスーパーは結構レジの待ち時間が長いので、量が少ないときはセルフレジをおすすめします。というわけで今回はブラジルのテンションの上がったスーパーをお届けしました。いやー、もうスーパーなのにまるで道の駅レベルのワクワク感でした。ちょっと地方に出かけた時に、何この地元グルメ、初めて見る野菜みたいな、つい財布の紐が緩んじゃう感じです。まさかブラジルで日常のお買い物でそんな気分になる日が来るとは思ってなかったし、人生面白いなと思います。最近の私はスーパーイコールテーマパークっていうように脳内で変換されている気がします。皆さんも海外に行く際はぜひいろんなスーパーに行ってみてください。今日の動画ちょっとでも楽しんでいただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。またコメント欄で感想もぜひお聞かせください。それではまた来週の土曜日にお会いしましょう。